皆さんお疲れ様です。今回は予約した通りこのスポークのね、テンションメーターの構成を、やっていきます。構成をやったからって何かがわーっとこうなるわけじゃないんですよ。当然ね、このメーターをより真実に近づけるという作業でしかなくて、これをやったからバーンみたいなことにはなんないんですけど、かといってですね、真実はどこなのかっていうのを探求し続けないとものは前進しないのね。でこれで正しいんだろうって思い込んで、あと思考を停止させちゃうと、それって結局間違ってたりとかするわけですよ。だから常にですね、自分がやってることは正しいのか、これでいいのか、もっと良くする手段はないのか、そういうのをねこうずっと考えながらやっていくと。そうすると少しずつだけどもベストなところっていうかな、真実に近いところっていうところまで、いけるっていうかね、近づくことができるんだよ。いつまでたっても真実のところには行き着かないんだよ。絶対の正解には行き着かないの。だから少しでもその正解に近づく努力を惜しんではならないと。そういうことですね。でこれをね買うにあたって、いくつもやりたいことが実はねあったんですよ。あったんだけども、その中の一つはね、これこれ DT のねパチモノね、メイドインチャイナの。でこれを買うとどういうことになるのかっていうと、これ買う前の私の予想だったんだけど、多分大して合ってねえだろうと。で合ってないだろうけれど、おそらくここの部分は正しい、原理がどうなってどうこうっていうのはもう分かってるんで、ここはおそらく正しい。それから間違ってたとしても別のメーターを持ってきちゃってくっつけるとか、そういうのはねスポンってつくかもしれないし、多少加工すればつくかなっていうのもあるのね。でここの部分を自作しようとするとそれはそれで大変なのよ。でどっかに工場に発注するにしたってそれはそれで大変だから、これパチモノ買っちゃった方がいいだろうと。でパチモノ買っちゃって、でこの構成する機械さえあればこれをかなり使いこなせるんじゃないかっていうのが私の読みだったのね。この DT のはね、本物はね8万円だか9万円だかするのよ。でこのパチモノは4000いくらもう20分の1ぐらいの値段で買えちゃうんだけど、でこれはデジタルですけどね、アナログのメーターのもあるんですけど、私は今回デジタルのを買ってみて、で買ってみたらねちょっとびっくりなんだよね。なんかねここにねデジタル出力みたいなポートがあるんだよね。なんだよ。で説明書きがこれ何にもないのよ。この紙っぺら1枚があるだけでこの紙っぺらがまず役に立たない。なんで役に立たないかっていうとね、役に立つ立たない以前にここ3点あるじゃない。で挟み方はこれと一緒なのよ。これギュッと握ってスポークのとこをあてがってそうってこうやるのね。そうすると値が出るんだけど、これもギュッと握ってスポークのとこあてがってそうってやっていくとここに値が出るっていうふうになってんだけど、そもそもねこれスポークが通んないんだ。これギュッてやってもスポークが通んなかったの。これは通るんだけど、なんでこれ通るのかっていうと、ここにあったネジをねもいだんだよね。これがさ、ここにネジがあったからこれカチンとここで止まっちゃってたの。カチンと止まるところでこうスポークやろうとするとなぜか挟まんないんだよ。だからあれみたいななんだろう、設計ミスなのか何なのかよく分かんないんだけど、でもこのネジ取っちゃってこれをもっとここでカチンっていくようにもうちょっとクッていくようにするとスポークのとこ入るんだよね。なんだろうな、何がおかしいのかが分かんない。多分ただの設計ミスだと思うんだけど、でも設計ミスっていうの気が付かないで出荷しちゃうっていうのもなんだろうね、何が何だか分かんない。それからそれでやってもねこの表が全く使い物にならなかったです。この表が使い物にならないってことはこれ自体大して使い物にならないってことなんで。でそれ何が原因だったかっていうと、ここのハンドルといいますかね、ここの部分とこの、メーターとのくっつけるところが緩くて、でこれずれちゃってたんだよ。これがずれちゃってるからこの表が全然使い物にならなかったのね。できちんと固定をしてこいつで構成をしてやれば使い物になると。ですでに私は
これを持っててこれを持ってんのになぜこれが必要だったかっていうと、どっちもね一長一短なんだよね。でこっちは丸スポークしか使えないのよ。これ昔からあるやつで丸スポークしか使えないのだから、最近はエアロ形状のスポークがいっぱいあるから、これエアロ形状に使えないんですよ。で一方でこっちはエアロ形状にも使えるんだけども、なんせね測定があまりにもアバウトで、だいたい私はこうホイールをこうフレットリ台に乗っけて、これこう当ててあらよあらよってこうはたかっていくんだけど、ここの手を離す加減でもう値が変わっちゃうのよ。そのくらいになんかこれはざっくりとしたやつなんだよね。でそれに対してこっちはエアロタイプも測れるのに、かなりドンピシャな値が出てくるであろうと予想したの。なんでかっていうと、これは DT のパチモノだからで不安だったのはここの部分だよね。ここのこのハンドルの軸の部分、ここの部分だったんだけど、ここはまあまあちゃんとできていそう。それとこれメーターとこっちのこの赤い本体といいますかね、こっちのところの相対的な距離っていくつなのかっていうのが分かんないんだけど、まあとりあえずここの隙間はね今、0.1 ミリにしてあります。だからこのメーターのね、ここの測るところの先端とこのハンドルは今接触していません。で今後も 0.1 ミリで、運用していこうと思ってんだけど、だってどこでまたこうずれちゃうか分かんないじゃない。だからこれはねそれこそこうそーっと扱わないといけないよね。これガンとかぶつけちゃうともうずれちゃうから、これはそーっと扱わなきゃいけないやつだよね。せっかく表を作ってもここずれちゃうともうその表がパーになっちゃうのよ。でまあ表がパーになっても戻せるように私は 0.1 で今セッティングやって、まあ将来的にぶつけるかなんかしてずれちゃったら 0.1 に戻して、それで換算表が使えるかどうかちょっとやってみようかなとか思ってるんですけどね。だけどね、まあ0.1 ミリまできちんと合わせてやればいけるんじゃないのかなっていうのがまあ私の読みなんですけどね。まあそれはこれからやってみてっていう感じでは、これを使うとこれぐらいにピタッとした数字が出て、でなおかつエアロスポークも使えると。だからこの宝山のとパークノのいいとこ取りがこれでできるだろうと。でやるにあたってはこいつを使ってこいつをきちんとキャリブレーションしてやらないことにはこれは使えないものにならないだろうなと。素直に DT 買えばいいわけじゃん。だけど DT のってなんか DT の換算表しかついてないらしいのよ。そうすると結局それ単体で買ったって、DT 以外のスポークの値を出すことができないのよ。だけどこのパチモノを4,000円からで買ってこれを2万円からで買うとトータル3万を切った金額でどのスポークにも対応できるやつができるべという、それが私の読みねそう読んだのよ。そう読んで今ジタバタやってんですけどね。こいつを使った今までのなんつうんだろうな成果といいますかね、そういうのをご覧いただきましょう。で今日は3カメでいきます。この正面の 4K のカメラ、それから、作業をやる時のこの手元を撮るためのこのアクションカメですね。それからここにも1台カメラがあって、ここはこのテーブルの上をどうなってるかっていうのを撮影するやつで、ここにカメラをセッティングするのにこんなことをやってます。ドンアーム伸ばしてさ、で反対にウェイトがあってさ、なんかテレビ局みたいだろだから1個動画作るのにもさ、こういう絵を撮りたいなと思うとあれもやってこれもやってそれもやってみたいなで、その道具をまた作んなきゃいけなくってみたいなさ。で売り物だと今度規模がでかすぎてちょっとうちのに合わねえなとかいろいろあるんだよ。だからちょっとやろうとするともうえらい大変ね。自分がこう思ってるってことを実行するっていうのはなかなか大変ですね。ちょっと成果を見せますね。まずこれは当てになんなくて、で補正したやつをここに書き込んでみたんだけど、まあ全然話にならないんで、これはもうボスね。これはこれにもともとついたやつを構成表コピーしたやつに私こうガチャガチャ書き込んでるんだけど、まあこれはボツりました。
それからさっき言った通りこれ 0.1 ミリにセッティングし直して一からこいつでやり直した表がこれです。これ後でちゃんと静止画でやったやつをお見せしますね。これね、横がメーターの読み値、縦がテンションですね。キログラム F の単位でやってあります。で CX レイがあって、すぐ隣にあるのが9170のリアホイールのスポークですね。それと、星の 1.8 ミリプレーン、それと、こっちは2ミリプレーンね。で2ミリ同じね2ミリプレーンでもね面白い。星の2ミリプレーンステンレスと DT の同じく2ミリプレーンでやると、テンションが低いうちは DT がメーター読みが低く出て、テンションが高くなるとメーター読みは星より高くなる。だからやっぱり金属が違うんだよね。同じ2ミリでも特性が違うのよというのが見えてくる。面白い。それからこいつはですね、これかパークのこれのを測定してみたやつね。それのこれも CX レイでやってみたのか。 CX レイでやってるとここに線が出てくるんだけど、これがプレーンスポークになると値がこっちにグッとくるんだよね。これで絶対値が取れていく。前々回の動画でも言った通りだいたい大まかに言って私のこのスポークのテンションメーターはだいたい当たってる数字が出てきます。これはですね、この宝山の元から続いてた換算表のコピーにですね、これで読んだ値も入れてみました。ほぼ合ってますね。だからこれは正確と言っていいです。だから安心した。